はい、始まりました。今回は変なシリーズまだ需要がどうかもわからないまだ上げてないんで状態で撮ってるんですけどまた打ち切りになっちゃうんじゃないですかちょっと一回打ち切りになりましてはい、新しく始まったシリーズの第2回を撮ろうと思ってるんですけど、俺たちの戦いはまだまだこれからだってなっちゃったと低予算のやっていくことが多いので、その低予算で使える打ち消し編っていうのを前回やったんですね。はい、はい、で今回は低予算で使えるでかい呪文編なるほど。低予算だとまあカジュアルでもそうですけど、でかい呪文って結構使うと楽しいし使うじゃんっていう機会多いと思うんですよ。まあ、何せゲームスピードがね、はい、基本的に遅いんで、はい、ビッグマナーまで到達するというそうですよね、はい、ところですかね。だからもし低予算だったりカジュアルをやられる方は、でかい呪文、でいいやつって知りたいと思うんですね。ちなみにここで言うでかい呪文っていうのは、はい、15マナー以上とかそんなんないでしょあるかもしれないけど探せばそれエムラクールしかないじゃないですかもうそれダメです。もうそこで低予算じゃないんでエムラクールはでまあ低予算で使える1枚だけまず軽く紹介しておきますと、例えば、よく言ってるボード、赤で言いますと、ボードっていう8マナか、で全部クリーチャーをパクる、で全部そのターンに殴っていける、反逆の行動できるっていう、ような、決まるような、いろいろ調べたんですが、初めに言っておきますとボードが一番強いですある意味は、打って通れば基本的に勝てる場面多いんで、しかもボードお値段調べますと150円でしたなんでボードがかなり安くて強いカードという形でなるんですが、他の色でもね、例えばどんなのが使うのかっていうのをちょっと紹介していきたいんですけど、赤いったんで、次じゃあちょっと青いっちゃおうかなと思うんですけど、青ででかい呪文で出したら結構強いやつの代表といいますか、いいカードといいますと、原初の潮流レザーヌ、これ7マナなんですけど、これもちろんご存知だと思うんですよ。値段調べたらちょっと値段上がってましてと思って、これ700円もするのみたいなでも700円の価値ありますよね、こいつ。ありますね。能力一応説明しましょうか。7マナ7で打ち消されません。で手札の条件なくなります。で対戦相手がクリーチャーでない呪文を唱えると1枚引く、結構強いですよね。でカード3枚捨てるとブリンクみたいなことができると。いいですよね、こいつ。まず除去れません。除去れません、まず。はい。でなんか対戦相手一応3人いるんで、何かしらクリーチャーじゃない呪文を唱えなきゃいけないケースがほとんどですから。ほとんどですよね。ちょっとドローがすごいことになります。なりますよね。めちゃめちゃ引けるし、7だし、打ち消されないし。いけますよね。青としては結構強めのでかい呪文という感じになります。で、黒の代表格、今度いきますと、これは我々の動画でも何回か出てきてるカードになるんですが、闇の領域の流星、これ9マナの総裁でして、黒9マナ、結構マナコスト重いですが、カジュアルだったら出ますよね。で、全ての墓地にある全てのクリーチャーカードをあなたのコントロール下で戦場に出す。ラス打ってくんで、最終的には全部出て、それで一応次のターンが来ればこれはね、これは召喚酔いが存在するんで基本的にはターンが来ればカジュアルだったらよくありそうなやり取りになりますよね。そうですね。これはお値段700円になりますんで、採用圏内といいますか、結構強いですよね。で一応今度は緑のフィニッシュクラスの結構強いカードで言いますと、今度はティガのドビヌスゾパンドレル、これも結構動画でも出てくるぐらい有名なんですが、7マナの46の到達です。で各ターン戦闘の開始時にターン終了時まで各クリーチャーのパワータウン率が2倍になるっていう能力なんですけど、ちょっと破壊不能がありますで緑だと結構フィニッシュ級の動きをするぐらい強くて、これも500円ぐらいでお安く
使えちゃいますと。ビヒモスでいいじゃんとか思う方はいらっしゃると思うんですけど、値段が違うんで。そう、値段がこれだいぶ安いです。500円のカードですからね、これ。安い中ではかなり強いということになります。そうですね。で、この白のカードになるんですが、白は探すの大変でした。白はですね、あんまりそのでかい呪文打たないんですよね。でかい呪文打たない。やっぱり小粒な呪文多いですから。でちょっと特殊になるんですが、嵐の従軍というカードがあるんですけども、10マナです。10マナで打つことあるかなみたいな。なさそう。でかい呪文ね、がテーマなんで、これは能力先に説明しますとソーサリーです。で飛行を持つ白の11のペガサスクリーチャートークンを X 対場に出す。X はあなたのライフの総量に等しい。ということで、例えばライフ20ぐらいだったら20体でできます。もう十分ですよね。例えば白で戦術取るとすると、ハンコンのライフゲインするみたいな方法がカジュアルだとあり得るじゃないですか。そうすると例えば30体とか40体とか100体とか出るかもしれないんでありえますからね。ありますよ。ただターンは返さなきゃいけないっていうこれカジュアルっぽいよね、いかにもね。すごい大量のトークン並びましたどうぞって言うっていうねある、全然ありますよね。いや、いつものことです。で流れちゃってみたいな虐殺バーム出てきちゃってそういうこともありえますんで。で今度はそれ以外にですね、強い呪文、それ以外にもあるんですよ。各色で、各色でまだもう1枚ずつぐらい紹介していきたいなと思うんですけど、まず赤から、代表的なので言いますと、ややの昇進猛火っていう。おや2マナですよ、ね、2マナの呪文なんですけど、2マナ X でして、ちょっとここでは X スタック上に入ってるもん一応赤のカジュアルだったらでかい呪文で打つとしたら、ややの昇進猛火が一番オーソドックスかなということで入れさせていただいたんですが、これは50円です。で一応 X で X 点3箇所に与えられるという呪文なんですけど、伝説のソーサリーなんで、逃走者がいないと大体打てないんですけど、これも結構強いですよね。3箇所ってね、3箇所っていう結構強いんで、大体フィニッシュでプレイヤーに3箇所っていう、プレイヤーに顔面ですよ大体。そういうことが多いですよね。で青に次行こうと思うんですが、青の強い呪文、でかい呪文で言いますと、阿弥陀経の占い。これは100円なんですけども、ちょっと確実性には書くやつですね。結構強いですよね、阿弥陀経の占い。8マナですのソーサリーです。で上から8枚めくりますと。で追放して、その中から各種類、土地とかソーサリーとかインスタントとか、各カードタイプにつきそれぞれってことはバトルもいけちゃう。いけますね。カードタイプも列挙はないんで。ないほどってことはバトルもいけちゃって、それぞれマナコストを支払うことなく唱えていいという、1個ずつ、ランダムにはなるんですが、強いデッキでは、おそらく強いだろうと。カジュアルだったら100円だったら強いですよね。十分なアドバンテージは取れるでしょうからね。かなりいいんじゃないかということで、一応青ではおすすめになります。で次黒の、これも50円になるんですが、読むべきものの軍団。これもよく打ってるとこ見ますよね、カジュアルだと。カジュアルだとよく打たれるよね。よく打たれる。でこれは8マナのソーサリーで2人のゾンビクリーチャートークンを13体タップ状態で生成する。13体ですよ。そうですよ。フラッシュバック持ってると。フラッシュバック何マナっすか。10マナっすよ。2回打つこともないか。1回で勝てますか。1回で勝てればもちろん2回目打つことないけど、流されても再チャレンジが。なるほどね。これターン返さなきゃいけないですからね。そうターン返すっていうムーブがね、カジュアルですよね。で黒はそんな感じです。で緑いきますと、緑は最後の進軍がいいんじゃないかなということになりまして、最後の進軍お値段先に発表しますと、一応1000円になってまして、前は結構ね安かったんですけどね、500円とかそんぐらいだったんですが、ちょっと値段上がってて、今後ももしかしたら上がってっちゃうかもしれない。ちょっとね、確かに再録の目が基本的にないんですよ。そうなんですよね、この手のカードって、だから値段が上がってっちゃうかもしれないんで、抜けてっちゃうかもしれないんですが、現時点では1000円ぐらいで買える、採用圏内、ということで一応能力説明させていただきますと、8マナのソーサリーで緑8マナ打ち消されません。まず、で
あなたがコントロールしているクリーチャーのタフネスの中の最大値等しいカードをまず引きます。はい。タフネス最低でも6はあると思うんですよ。いやわかんない。キャリクスとかいるかもしれない。キャリクスまあいるかもしれないですからね。まあガルタとかいれば。そうね。12。いけますね。で、その数引いて、手札からクリーチャー好きな数出していいですよと。そこの効果強いよね。全部出していいのみたいなね。はい。かなり強いと思いますんで、カジュアルでもいいと思います。で、次、白の強めのカード。紹介していきますと、服用の接近。もうやってる。これは安いです。まず100円です。はい。白ですと、白さっきも言いましたが、マナコストでかいのあんまり打たないので、数が少ないんですが、これは知ってる方結構いらっしゃるかもしれませんが、7マナのソーサリーで2回取られたら勝ちなんですよ。簡単に言いますと、7点ゲインにできるんですが、7枚目に置いて2回取られたら勝ちですっていうカードです。はい。一応これは白だったらというか、ほぼ青白だったら。青白、そうですね。青白だったら入ってますよね。入ってますよね、カジュアルでね。はい。なんで一応紹介させていただきました。はい。次は2色でよく使うカードをちょっと一応紹介したいなというか、多色のカードですね。多色でよく使う安いカード。まずギセラ。バケモンね。バケモンになるんですが、黄金矢の刃ジセラ7マナの55飛行先制攻撃、で簡単に説明しますと、自分の発生源がダメージが2倍、相手の発生源のダメージが半分になります。ちょっと違うな。違います。相手の発生源があなたに与えるダメージが半分。そうね。はい、なるほどね。はい。なんで、だから相手同士が殴り合ってもなるほど相手同士が殴り合っても倍だと、めちゃくちゃ強いですね。これがなんと50円で買えちゃうっていういっぱい買っとこうかって話になってよく使うから結構フィニッシュ級ですよね。これはね、赤白だと、出したらもう結構勝っちゃうみたいな盤面結構ありますよね。で、あと多色で言いますとコーマですかね。バケモンですね。バケモンです。これはちょっと値段がしまして1000円ぐらい値段がしちゃうんですけども、正解の大蛇コーマ7マナのシミックです。66打ち消されません。結構強いです。こいつがまず各アップキープに33の海蛇出てくるんですよ。各なんで対戦相手ももちろん出てくると。で、生贄に捧げるとこいつが破壊不能を得るんですよ。で、1個生贄で破壊不能か、もしくはオアなんですけど、パーマネント1つをタップする。これ意外とタップする能力っていうのはアップキープに使えたりとかすると、意外と使える盤面ってたまにあるかもしれないですよね。結構あるし、これカジュアル的な目線で言うと、逃走者ダメージになってくる敵だとまずいんだよね。なるほどね。だって攻撃できなくなるから。なるほど、なるほど、なるほど。相手がブロックしたい時にタッパされると結構きつくやったりしますよね。最後フィニッシュの時に全部殴ってタップみたいな使い方もありますよね。だから結構1000円とお高いんですが、低予算ですと。なんですが、採用圏内、1000円でも入れてもいいかなっていうぐらい強いカードになります。はい。で、あと、多色もう1枚だけ紹介させてほしいんですけども、破滅の根本原理。これはかじゅいね。これ、結構、マルドゥだと、これマルドゥですよ。この能力説明しましょうか。マルドゥなんですけど、根本原理なんで、マナシンボルの拘束が厳しいんですけど、赤赤白白白黒黒っていうなんだそれみたいなソーサリーの7マナですよね。対戦相手がコントロールしていて土地でないパーマネントを全て破壊する。マルドゥだったら、一応フィニッシュクラスの呪文ではある。呪文ではある。大体打ち消されてるとこよく見るんですけど。まあそらね、それは何かしらのちょっと打ち消されない予備動作がないと、それは打ち消されるでしょうよ。あったら打ち消すしかないんだから。で、打ち消しがなさそうだなと思って通ると、まあほぼ。いやでもその場合はその場合、じゃあ私破壊不能でって打ってくれる可能性も結構あるんでね。確かにね。まあ結構強いですよね。で、これも100円ですかね。なんで使えますんで、結構お安めになってますんで、いい感じになります。まあそんな感じが強めのでかいパッティプラス呪文になるんですけども、まあ、結構強めの安いカードが並んでたと思うんですけど、ここからは
お決まりの楽しいやつ、なるほど、面白カード、2枚ぐらい紹介したいんですけど、はい、面白バカデカ低予算カードなんか縛りがすごいなすごい限定されてるんですが、まず面白のでかい呪文といったら、代表といったらこれだとまずこれですよね、運命の気まぐれ。はいはいはい。これごく稀に、あれでもこれマナコストが6ですよ。6なんですが6なんですが、はいはいはい、一応でかい面ということで、打ったら楽しいかなっていう。これは赤6マナの総裁です。まず赤6マナです。で、あなたから始めて各プレイヤーは自分がコントロールする全てのパーマネントを3つの束に分けます。はい、3つの束に分けて無作為に1個選んで、その束を1個全て生贄に捧げると、いうことはギャンブルが始まるというまあね、まあ大体戻ってくるみたいな、ジェラードみたいなので使ったりするみたいなんですが、まあ、カジュアルですと、ちょっと楽しいことしましょうよっつって3つの束に分けて、まあ今1個に貼るんですよ大体ね。はい、で3分の1で全部吹き飛ぶ人がいるっていう、でもしくは吹き飛ばなかったり、っていうのでちょっと楽しいことができるっていう、呪文として有名ですよね。そうですね。はい。これって結構使われますよね。お値段もそんなにしないですよね。50円。そりゃそうですよ。いっぱい買っとこうっていう。いや、いっぱいはいらないから、このカードに関しては。値上がりませんか、これ。上がらないでしょ。誰が使うんだみたいなね。楽しいですよね。これ結構おすすめですよね。楽しくなって。で、もう一個はちょっと面白いカード。これはね、今回いろいろ調べた中で発見してしまったという誰も知らないだろうっていう面白いカードというか、これ使えるじゃんっていうこのでかい呪文なんですが、緑です。緑の8マナのソーサリーなんですが、これは発見しました。生命の律動というカードなんですけども、やばいです。各プレイヤーのライフの総量はそのプレイヤーがコントロールするクリーチャーの数に等しくなる。親っていう親っていうこの効果は見たことあるなって、見たことありますよね。この効果は見たことある失われた技の不死の同じ能力なんですが、それがソーサリーで打てちゃうっていう、できるんだっていう。そもそも失われた技の不死結構強いから、カジュアルだと。あれそれできちゃうんだっていうことを発見したという動画になるんですが、今回はこいつを発表したかったっていう。これちょっと買っといた方がいいですよね。これ欲しいですよね。これ欲しいね。これ正直欲しい。これ100円です。これ100円にした効果がやばいです。これ発見してしまいましたんで、これ売り切れないうちに買っていただきたいんですが、まあそんなところで以上15枚ぐらい紹介させていただいたんですが、いかがだったですか？大丈夫ですか、この回。わかんない。わかんないですよね。これ好評かどうかわかんないでやってますからね。まあそうね。はい。まず安くてでかい呪文、で面白いやつ、結構いろいろありましたんで、こんなのを打てばでかくて、こんなの打ったら楽しいよねっていうのは結構あったと思いますんで、そういうのを使っていただきたいなという形で紹介しました。まあ他にもね、でかい呪文、こんな楽しいのあるぜっていうのありましたら、安くなくてもいいです。でかいのでいいのあったら、大体安いんですよ。でかい呪文は安いんですよ、基本的に。だってでかい呪文デッキの中に入れられる枚数限られてるから、一番強いのだけが高くて、他は安いんですよ。そうっす。大体安いんで、エムラクールとかコジェクとかじゃなければ、安いと思いますんで、紹介していただければありがたいんで、コメントしてくださいということで、あとチャンネル登録もお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。